こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日は、前回のイベントですね。私なりにちょっと思うところありまして、配信を、してみようと思って番組を立ててみました。なので今日は出撃とかはありませんので、そこだけは、ご理解いただけると嬉しいです。はい。こんばんはです。かのやさん、今日も、来ていただいてありがとうございます。イベントがね終わってまだ1週間経ってないんですけど、だいぶ、自分なりには配信をしながらのイベントということもありましたので、だいぶ、勉強になりました。はい。それでは、今日はですね、その内容について少し、お話ししていければなと思います。TS 山さんも今日も来ていただいてありがとうございます。こんばんはです。では最初にね、こちらの表を、ご説明したいと思います。はい。こちらは空母Qさんも今日もね来ていただいてありがとうございます。コメントもねいただいてありがとうございます。ですね、こちらの、表なんですけども、1月1日の時の、資源の量と、イベントが終わった時の、資源の量ですね。見ていただければ、お分かりなんですけども、最終回帰の攻略に使った、資材になります。燃料の方が、11万2393、弾薬8万342、鋼材が4万4074、紡機が6万6450、バケツが277ということになりました。だいぶね、資材の方はね使ってしまったけど、でももう少しね頑張れれば、こういけたかなとも思うんですけど、ここがちょっと限界かなと思って、ここで投了しました。はい。最終的にはオツ作戦で攻略は、しております。やっぱりこう作戦難しいですね。資材に関しては特に、問題なかったと思うんですけども、あと一歩ね届かなかったので、そこがちょっと悔しかったなと思いますので、次回はね、そういったところも、挽回して、工作戦また挑んでいきたいなと思います。資材の方はこんな感じになりました。はい。そして、今日見に来ていただいた方々ですとね、ちょうど、最終回帰のね、イベントの時の、戦闘はご覧になっていただいていると思うんですけども、一番惜しかったなと思うところをね、ちょっと、動画を何分くらいかな、4分くらいですかね、そちらの方をちょっと、流させてもらって、感想とかいただければ嬉しいです。ではちょっと用意いたしますのでお待ちください。
では、始めてみたいと思います。各艦突撃体系に。フレッチャー続いてください。第一航空戦隊攻撃隊追撃前期発艦撃滅します。頼みますね。良い判断です。光線竹了解だ。竹やってやるぜ。来てくれた。照明弾干渉と改装された第一航空戦隊の力。おお、カンさん400もボスに当てるとは。カンさんの FBA。 おお、カルナ。おお、それで的が1つ減ったね。5つになった。そう、これが本当の大淀型の力よ。あけぼの殿。あと竹は発動した。どこに行くのか。一つブロックしてしまったけど、でもやっと的がね少し減ってきましたね。あと4つ。どうなる。フレッチャーどこだ。そこです。下300。7ダメージがね入っちゃったな。覚えてろよな。まだ来る少しはこれでまだ与えられる。しぐれ。どこに行く。期間にあと136。初霜。いや、朝霜どこだ。行くか行かない。あと2つ。はい、残ってしまった。というようなね感じの、戦闘が、一番、私最後に見返した中では惜しかったなと。最後ね、4択まではいけたんですけども、あともう一息。いやでも、みんな、頑張ってくれましたのでね、カットインももう最後は全員発動していましたから、あれ以上はもう結果として、受け止めなければいけないかなと、そういうふうに思った次第です。ただ私があと一つだけ、心残りだったのが、出撃メンバーの方ですね。サラトが、ホーネット、イントレピット、そしてアークロイヤルですね。その4人で固定をさせてしまったのが、ちょっと、自分的には、もう考えが、硬直してしまったかなというふうに感じています。編成の方をね、こんな感じで最後組めたらよかったなと思っています。戦艦のワシントン、そしてサラトガ、そして髄核、赤城、日清、ユラですね。もちろんこの編成にすれば、赤城さんのね最強編成は来ないことになるんですけども、私の鎮守譜では一番連度の高い、髄核と赤城、この2人をちょっと出さなかったのが、私的にはやっぱりあの時には頭が回ってなかったなと思って反省しております。初見さん、コメントありがとうございます。お名前の方は、こちらは 1DEA さんっ
てお読みすればよろしいのでしょうか。もし、読み方教えていただければ、次回から、そのようにお読みしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、でもね、イベントはイベントで、十分楽しめましたし、これが、最後のイベントではありませんので、今後も続けていくわけですから、今回の反省を元にしてね、次回はもっとカンムスたちを活躍できるような、そういう戦い方が勉強していきたいなと思いますので、皆さんからもね、もし私の戦い方を見てこういうところがこうした方がいいよというふうに言っていただければそれを参考にさせていただいて次回ね活かしていきたいと思います。いえいえ、こちらこそ教えていただいてありがとうございます。イデアさんですね。わかりました。たもまるです。まだまだカンコレ奥が深いゲームですね。これだと思ってやってみてもなかなかその通りの結果にはならない。でもそこが面白いのかなと思って、続けてきましたのでね。皆さんもいろんな、カンムス、鎮守符ね、あれば、その鎮守符ごとに、カンムスの付け方も全然違うでしょうから、そういうところも、もし教えていただければなと思います。金谷さん、私も空4でやっていましたが、空3、1001の人が多かったみたいですね。やっぱり開幕で第2艦隊からの来撃が強烈だったものですから、あれでだいぶ、野戦に行くまでに、戦力、第2艦隊が持ちこたえられないっていうケースが多かったように考えました。なのでやっぱり、一隻はね、戦艦を入れておいて、第2艦隊でも、第1艦隊でもいいので、打撃を与えておけば、もうちょっとね、火力が活かせたのかなと。あとはどうしても、装甲空母でない、ホーネットと、イントレピット、中杯になってしまうともう攻撃ができなかったので、その点もだいぶ手数が減ってしまったなというところを反省しています。あと第2艦隊ですね。私も最終的には軽順1、重順1の駆逐4でやっていました。これは、私が育てた、駆逐艦の長波、しぐれ、朝霜、今ちょっとフレッチャーいないんですけども、この、4人に、全てを託したという形になりましたけども、結果的にはやっぱり、基礎をね、入れておいた方が、もうちょっと手数が増えてよかったのかなと思いました。自分は、空4だと正空が多かったので、1001空3で、なるほど、やっぱりね空母の数を、増やしてしまって、道中は確かに安定したんですけどもね、最後レベル30のマイティに変えましたということでね、そういった、柔軟性が、必要だったなと思いますね。どうしても同じ編成で続けていくと、多分いけるだろうなんていうふうに思ってそのままいっちゃうと、なかなか結果がねそのまま、思うようにいかない時があったりしましたので、そこをちょっともう一呼吸置ければなと思って、
思いました。はい、皆さん、今回のイベントいかがでしたでしょうか。長いようであっという間だったというようにも感じます。特に1月に入ってからはなんかあっという間に、過ぎてしまった感じもあって、途中で新春任務もね入ってきてましたから、そちらもやらなければなと思ったんですけど、本当にギリギリになって、一応攻略はしたんですけどもね、ちょっと時間的に危なかったですね。そして、今回の新春任務で、選択できたこちらの4式爆竜、重爆の飛竜ですね。金谷さん、ボス前の制空をどうするかで人それぞれの形があるようですね。そうですね。やっぱり、制空と戦闘と、その、駆け引きといいますかね。そこはやっぱり皆さんいろいろ陳治府の事情が違ってくるので、形も人それぞれなのかなと思います。空母93、E3 でつまずいてましたということでね、決して今回もね、前段作戦、決して難しくなかったわけではありませんでした。戦力もね、はじめ先行された方ですと、後半のこともあったでしょうから、かなり、苦戦をされてたと思います。一通り攻略が出来上がった状態での出撃、私の方はしましたので、特に E さんの場合ですと、最後のボスはね、走行値も硬いですから、それなりの戦力やっぱり当てないとね、なかなか倒すのが難しかったとは思います。そしてこの飛竜ですけどもね、一応今回ギリギリ、間に合ったので、ボス戦には投入をしてみたものの、やはりね、それだけでは、決定打にはならなかったなとは思いましたけども、でも今後のイベントでは、回収なんかもできるようなので、ちょっとね、素材がかなり重たい感じではありますけども、2、3ヶ月くらいかけて、強化していければなと思いますし、それに今、やってます、節分イベントですね。こちらのイベントをすることで、また飛竜をね、もう一つ取ることができます。一応そちらを狙って、今ね、回収作業というか、イベントもやっております。今ちょうど、豆は11個まで、溜まってきてますので、この季節妙にカレーも食べたくなるのよね。長野ねですね。最近出番がなくて、怒られそうですけどもね、次回は活躍していただけるように私も頑張って考えていきたいと思います。このように、選択式の報酬が選べますけども、可能であれば、飛竜とね、銀が一つずつ取れれば一番いいんですけどもね。でもそこまで果たしてたまるのかというところもあるので、最低飛竜はね、取っておきたいなと思います。やっぱりこういう豆イベントで、戦力ね、用意しておかないと、なかなかデイリーだけだと
特に陸上攻撃機の場合は、一式陸攻が通常作れる、陸攻の中では最強になります。ですが、それ以上の陸攻になってしまうと、ランカー報酬とか、イベントの報酬、こういう季節の、限定イベントや任務、そういったものでないと、取ることができないので、できれば、こういうイベントを活かして、戦力の増強をね、していければなと思います。節分でしょ？あいつから作法は聞いてるわ。鬼はコロラドさんか。悪いわね。じゃ行くわ。そうですね。銀河とね、飛竜両取りするには拡張任務までやらないと難しそうですね。ということで、その通りなんですよね。拡張作戦、特に難しいのがこの、第二次サーモン海域ですね。こちらで S 勝利を取らないといけないというのがあって、編成によっては楽な編成もあったりするんですけども、大抵の場合は、レキューがね、2体出てくるパターンが多いので、なかなかね、ゲージが減っていかないと。今日ちょっとでも減らそうと思って頑張ったんですけどもね、最後残っちゃいましたね。まさか、レキューの編成3回連続出てこられたのはちょっと参りましたけども、それもすべて、倒すことができませんでした。なので、明日以降、また頑張っていこうと思います。はい、そうですね。6の4もね、ここも、対地装備がないと難しいですし、道中もね、それによって戦力だいぶ、割かれちゃうので、道中突破するのも、困難ということなので、じっくりね、準備していきたいところですね。TS 山さん、自分の艦隊はレベルが高くないので、優秀装備を取りに行ってますということで、それでも銀が取れるだけで全然違ってきます。今回のような、先制来撃をしてくるね、敵はそんなに出てこないと思いたいんですけども、あれを黙らせるのはもう開幕で黙らせるしかないので、そうなったらやっぱり基地航空隊のね、戦力上げていくことが必要になるかなと思います。あとはそうですね。これは次回以降の話になっちゃうんですけども、まだ攻略してない任務としてクマが解任になりましたね。こちらの任務を次回やっていこうと思いますが、今日はクマの階層の姿をね、お見せして、そして最後に、今日何の日コーナーをやらせていただいて、それで今日は終了という感じにさせていただきたいと思います。では、クマに登場してもらいましょう。クマ、出撃するクいやまさかね、クマの解任が来るとは全く予想していなかったんですけども、もう熊型のね、他のメンバーみんな解任になってるから、いずれは来るだろうと思ってはいたんですが、まさかこのタイミングでとは思ってなかったので、正直驚きました。
私的にはクマ普通の戦闘能力だけでね、軽巡洋艦の中でも、最強と言っても過言ではないので、もし軽巡で誰を育てたらいいですかって聞かれたら、仙台型も確かに強いんですけども、はじめ、下位の状態であれば、クマをね、ぜひとも押していきたいなと思っています。もちろんながらもね、名取も優秀ですから、一緒に育てていただければなと思いますね。じゃあ、改装ちょっとしていこうかなと思います。本当にね、レベルの方がちょうど100の状態で来るのもまた何か運命的なものを感じますね。今回は階層設計図と、高速建造材、開発資材が必要ですね。金谷さん、熊レベル49で育成中です。ということでね。確かレベルの方が、熊の場合ですと、レベルが88必要なんですよね。これは軽巡の階2で中では、間違いなくダントツで1位のレベルになるので、なかなかここまで上げるのは、時間がかかるかとは思うんですけど、それに見合った戦闘能力、ちょっと変わってる性能なんですね、見たら。どうなのかな。ちょっと使ってみないと何とも言えないね、これは。では、改装してみたいと思います。はい、改装ですね。安心だクマ。クマ階2、階層熊型軽巡。だいぶ偽装も細かく、対空火器もね、増強されて、内装も、電炭も装備しているのでかなり強そうですね。そうですね。でも、特にね、急いで、育成というのは、もう自分の、好きなカンムス、育成していくのが一番いいと思いますので、またね、もし、そのレベルまで達したら、ご参考の一つまでしていただければなと思います。スペックの方は、まだまだちょっと回収とかしないといけないようなんですけども、そうですね、頑張って演習もきます。豆集めもね、何気にS 勝利3回取らないと演習で、それで豆1個もらえるもらえないっていうのもあったりするので、私も初日の日はS 勝利がね2回しか取れなくて豆取れませんでしたちょっと甘かった、見通しが甘く編成していたものですから、そこはちょっと勉強になりました。あとはそうですね、カンコレの、攻略武器ですね。そのクマの紹介のページを見ると、面白いと思います。というのも、語尾がね、全部クマになっているというね、意図的に作ってるんだろうなというふうに思うんですけども、ところ狭しと、そんなコメントがね、溢れてますので、それも見てみると面白いかなと思います。節分だクマ。
豆を投げるクマ。目標は基礎はやめて、おいもやめて、玉だクマ。玉すまんクマ。これは明らかに忖度されましたね。タマが犠牲になったのだ。でもタマは、いやクマは何も悪くないです。クマの活躍については、次回、お見せしたいと思います。それではね、今日何の日コーナーをやらせていただきたいと思います。タマね、かわいそうだけど、これも致し方なしというところでしょうか。TS 山さん、現在、低で7の1を、運用中、使いやすい性能かと。低の場合ですと、何気に、先制雷撃、特殊先行艇を搭載しての攻撃ができるにもかかわらず、魚雷が装備できないというね、そういう仕様なようですから、私もちょっとね、そこは使って見てどんな風なのかは感想を述べたいと思います。はい。それではね、今日の何の日なんですけども、こちら。いけない。こちら。はい、こちらですね。ですね、実はですね、前回、1月12日の配信の時に、今日は何の日コーナー、私忘れてたわけではないんですけども、ちょっと、もう、そういう、体力が残っておらずですね、飛ばしてしまったんですね。用意はしていたんですけども。なので、その1月12日の記念日だった、こちらの紹介をさせていただきたいと思います。スキーの記念日だそうです。こちらは、1911年、明治44年のこの日ですね。オーストリアの軍人ですね。テオドール・レルヒ、少佐が、新潟県の高田の陸軍歩兵連隊、青年将校に日本で初めてスキーの指導をしたことでを記念したものです。スキー記念日、スキーの日とも呼ばれているそうです。意外にスキーっていうのも、今では娯楽なんですけどもね、もともとは軍隊、特に雪上の行軍とかによって、非常に有効であるということ、そういうこともあって、取り入れられたのが、発祥になります。今のこの画面を見ていただければお分かりなんですけども、この方、ストックがね、1本しかないんですね。今はストック2つが当たり前といいますか、こっちが定番なんですけども、伝えられた当初は、ストックが1本だけの状態の、方法を伝授されていたそうなんですが、その後で、日本国内の大会が行われた時に、ストック1本の方と、ストック2本の方とでね、それぞれ、競い合った結果、ストック2本の方が優秀だったと、結果が出てしまったために、ストック1本の方は
今にはもう伝えられていないということらしいです。はい。まあ、そんな感じでね、このレルヒさんは、最終階級は、少々まで、なっております。まあ、日本に来た時はまあ少佐だったので、まあ、スキーを、少佐の時に伝えたためにレルヒ少佐と呼ばれることもありましたし、まあ、後に中佐に昇進したと日本各地を回ったので、北海道などではね、レルヒ中佐と呼ばれるということだそうです。まあ、この方、オーストリアの軍人ということで、ちょっとお察しされたかもしれないんですけども、まあ、第一次世界大戦に、参加していました。で、オーストリアはまあ、敗戦、まあ、負けてしまったので、大変ね、まあ、後世は苦労されたというふうに聞いています。まあ、そんな、こともありましたけども、今日はね、前回伝えることができませんでした、スキー記念日を伝えさせていただきました。という感じでの、本日はね、トモン丸のカンコレ、ルソン島沖、オルモック沖竹の輝きの、戦闘商法をお送りさせていただきました。今日もね、皆さんこうやって見に来ていただいて、本当にありがとうございます。かのやさん、TS 山さん、空母9さん、そして、イディアさん、他の方々も、最後までね、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。次回は、まあ、先ほどもちょっとお話ししましたけども、熊形軽準一番艦出撃だ熊をね、配信したいと思います。本日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。あと一つだけ、今回、まあ、最後、まあ、オツでね、クリアしたんですけども、その時に、ドロップで、コロラドが来てくれました。まあ、もうそれだけで今回のイベントは私的には大成功だったと思いました。それではね、ディアさんもありがとうございます。次回も、皆さんと共に、配信をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、失礼いたします。じゃあね。